リスナーの皆様、本日は番組にお付き合いいただき、誠にありがとうございます。育児や家事、そしてお仕事に追われているお父さん、お母さん、毎日本当にお疲れ様です。そして、職場で突然、うちも他社に遅れず AI を導入するぞ、と上司から無茶振りをされ、一体何から始めればいいのかと頭を抱えている企業の担当者様、日々の業務、本当にお疲れ様です。本日の特集では、そんな皆様に向けて、最新の AI 教育事情と次世代社会の設計図というテーマで、たっぷりと情報をお届けしてまいります。人工知能、すなわち AI の進化は、もはや一部の IT 企業やエンジニアだけのものではありません。私たちの生活、働き方、そして子供たちの学びの場にまで、嵐のような勢いで入り込んできています。今日は、日本の学校で AI がどう教えられているのか、世界の子供たちはどんな環境にいるのか、さらに、企業の AI 導入のリアルな現状や、名だたる大企業のトップたちが描く未来像まで、幅広く網羅してまいります。少しボリュームのある内容になりますが、家事の合間や通勤中、あるいはリラックスタイムに、どうぞ肩の力を抜いて、聞き流すような形でお楽しみください。それでは、早速最初のトピック、日本の小中高校での AI 教育と使用可否の指導について見ていきましょう。うちの子、宿題をチャット GPT にやらせているんじゃないか、と心配になっている保護者の方、いらっしゃいませんか？実は、その心配はもはや現実のものとなっています。ベネッセコポレーションが2025年11月に発表した生成 AI の利用に関する意識調査によりますと、小学3年生から6年生の生成 AI の認知率は、なんと 74.7% に達しているんです。2023年の調査から約26ポイントも上昇しており、小学生の4人に3人が生成 AI を知っているという驚くべき時代になっています。さらに、生成 AI を利用している子供たちの約6割が、わからないときはまず AI に聞くと回答しています。私たちが子供の頃は、わからないことがあれば分厚い辞書を引いたり、親や先生に聞いたりしたものですが、今の子供たちにとっては AI が最初の相談相手なんですね。これに対して、親御さんの反応はまさに、期待と不安の入り混じった二面性を示しています。同じくベネッセの調査では、約 65% の保護者が、情報収集力が高まった思考や表現の広がりが見られるとポジティブな変化を感じています。一方で、約半数の保護者が自分で考える機会が減ってしまったのではないかという懸念も抱いているんです。便利だから使ってほしいけど、自分の頭で考えない子になったらどうしようという、親としてのリアルな葛藤が見えてきますよね。読書感想文を AI に書かせたら、小学生なのに文豪みたいな文章が出来上がって先生にすぐバレたなんていう笑い話も、最近ではよく耳にするようになりました。さて、こうした状況の中、学校現場のルールを決める文部科学省はどのように動いているのでしょうか。文部科学省は2024年12月に、初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドラインバージョン 2.0 を公表しました。2023年に出された最初のガイドラインは、暫定的という言葉がついており、とりあえず限定的な利用から始めようという、かなり慎重な姿勢でした。しかし、この新しいバージョン 2.0 からは、暫定の文字が消え、より実践的で現場に寄り添った方針へと大きく舵を切ったのです。一番のポイントは、AI を禁止するのではなく、いかに人間中心の原則で使いこなすかという点です。ガイドラインでは、生成 AI はあくまで人間の能力を補助、拡張する道具であり、最終的な判断と責任は人間が持つべきだと明記されています。ここで豆知識です。AI がもっともらしい嘘をつくことを、ハルシネーション、幻覚と呼びますが、このハルシネーションに騙されないための教育が、今学校で最も重視されているんです。AI に、織田信長がスマートフォンを使っていたエピソードを教えて、と聞くと、AI が真面目に、信長は LINE で武将たちに指示を出していましたなんて答えることもあります。こうした AI の嘘を見抜くために、文科省のガイドラインでも、AI の出力結果を鵜呑みにせず、複数の資料でファクトチェックをする、真偽の確認が重要だと指導しています。また、この新ガイドラインでは、パイロット校だけでなく、全国の学校での活用を推進する方向性が示されました。例えば、英語の授業で英会話の相手として AI を活用したり、プログラミング学習のサポート役として使ったりする適切な例が紹介されています。一方で、定期テストでの利用や、コンクールの応募作品を AI で作ることなどは、不適切な例として明確に線を引いています。つまり、日本の教育現場は、AI を遠ざける段階を終え、リスクを理解した上で、いかに賢く付き合うかというフェーズに突入しているわけです。続いて、海を越えて、世界の小中高校での AI 教育事情に目を向けてみましょう。世界はもっとダイナミックに、そして国を挙げて AI 教育に取り組んでいます。まず注目したいのが、教育先進国として知られるシンガポールです。シンガポールの教育省、モエーは、
エドテックマスタープラン2030という国家戦略を掲げています。彼らは、スチューデントラーニングスペース、SLS という国営のオンライン学習プラットフォームに AI 機能を標準搭載してしまいました。これにより、何が起きているかというと、AI がまるで24時間休まない優秀な副担任のように子供たちをサポートしているんです。例えば、子供が英語の作文を書くと、AI が文法の間違いを指摘するだけでなく、このパラグラフでは、ハッピーという単語を3回も使っているね。別の表現を考えてみない、といった具体的なアドバイスを瞬時に返してくれます。数学の学習でも、いきなり答えを教えるのではなく、生徒がどこでつまずいているかを AI が分析し、ステップバイステップでヒントを出してくれます。親が家で付きっきりで教えなくても、AI が優しくコーチングしてくれる環境が、国主導で作られているのです。次にイギリスです。イギリスの教育省は、子供への教育だけでなく、教員の働き方改革に AI を大々的に活用しています。ある調査では、イギリスの教員の約 60% がすでに生成 AI を業務に活用しており、授業の計画作りや、保護者へのお便りの作成、小テストの採点などを AI に任せることで、週に何時間もの負担軽減に成功しているそうです。日曜日の夜に家で一人寂しく授業の準備をする時間を AI が救ってくれたと喜ぶ先生方の声が多く上がっています。イギリス政府は AI 教育に関するロードマップを策定し、2027年までに AI リテラシーを主要科目に組み込む計画を進めています。また、北欧のフィンランドでは AI の時代におけるデジタル、ペダゴジーという戦略を打ち出しています。フィンランドの面白いところは AI を単なるパソコンの授業として教えるのではなく、倫理や哲学、社会課題と結びつけて教えている点です。AI は誰が作ったのか。AI のデータには偏り、バイアスがないか、といった批判的思考力を養う教育に力を入れています。ここでまた一つ豆知識をご紹介します。ユネスコ国連教育科学文化機関が発表したレポートによると、AI 教育における AI ディバイド、つまり AI 格差が世界的な大問題になっているそうです。先進国の子供たちは日常的に AI を使って学習を効率化している一方で、発展途上国の学校では、そもそもインターネット環境や電力がなく、AI に触れることすらできない子供たちがたくさんいます。ユネスコは、AI 教育は基本的人権の一部である、と提唱し、世界的な連帯でこの格差を埋める必要があると訴えています。AI を使える子と使えない子の間で、将来の職業の選択肢や収入に絶望的な差が生まれてしまう、AI 格差社会が、もう目の前まで来ているのです。さて、教育の話題から少し視点を上げまして、今度は、大学などの教育機関での AI 専門部門創設状況についてお話しします。日本の最高学府である東京大学が、約70年ぶりに驚くべき大改革を計画しています。なんと2026年度に向けて、ディープテック学部とコンピューティング学部という2つの新しい学部の新設を構想しているんです。この新学部では、AI やロボティクス、量子コンピューター、宇宙開発といった、まさに地球規模の社会課題を解決するための最先端技術を専門に扱います。定員は合わせて約400人で、授業は基本すべて英語で行うという、超グローバルな仕様です。さらに、世界的な研究者だけでなく、産業界の最前線で活躍するビジネスパーソンを教員として招き、世界をリードするスタートアップ企業を生み出す、起業家教育に力を入れるとしています。従来の東大といえば、3年生で特定の学科に所属し、4年生で研究室に配属されるという縦割りのシステムでしたが、この新学部では、学生の興味に合わせて柔軟に研究室を行き来できる仕組みを導入するそうです。また、京都大学も負けてはいません。京都大学は2025年、大学院情報学研究科に、次世代情報 AI 教育研究センターを設立しました。このセンターのユニークなところは、情報学部の学生だけでなく、文系理系を問わず、全学の学生に向けて、生成 AI の基礎から高度な活用能力までを教えることを目的としている点です。AI の技術面だけでなく、哲学や社会学の視点から、人間と AI がどう共生していくべきかを議論するシンポジウムも開催しており、非常に学際的なアプローチをとっています。海外では、アメリカのスタンフォード大学が圧倒的な存在感を放っています。スタンフォード大学は、人間中心 AI 研究所、HAI を設立し、AI の技術的進歩だけでなく、AI が社会や経済に与える影響を多角的に研究しています。彼らが毎年発表する AI インデックスレポートは、世界の AI 動向を知る上でのバイブルとして、世界中の政府や企業が参考にしています。さらにスタンフォードは、高校生向けに AI の仕組みや将来のキャリアへの影響を教えるカリキュラムを開発し、実際の高校の授業で試験導入を始めています。大学という枠を超えて、社会全体の AI リテラシー向上に貢献しているわけです。このように、大学教育の現場では AI は単なる
研究ツールではなく、学部や組織のあり方そのものを根底から作り変える、知能 OS、オペレーティングシステムへと進化しています。さて、ここからはビジネスの世界に視点を移しましょう。企業での AI 導入状況、そして有名企業の驚くべき将来像についてです。リスナーの皆様の会社では、AI の導入は進んでいますでしょうか？日本情報システムユーザー協会、ファズーが発表した2025年の最新調査によりますと、日本企業の言語系生成 AI の導入率、準備中も含むは 41.2% に達しています。2023年度から14ポイントも急上昇しており、特に売上高1兆円以上の大企業に至っては、なんと7割以上がすでに導入済みという結果が出ています。日本企業も結構頑張っているじゃないか、と思うかもしれません。しかし、ここでコンサルティング大手の PwC が発表した5カ国比較調査の残酷なリアルをご紹介せざるを得ません。PwC が日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国の5カ国で調査を行ったところ、日本企業の AI 導入率は世界と比べても平均的な水準にまで追いついてきました。しかし、AI を導入して、期待以上の効果が出ているか、という質問に対し、期待を大きく上回る効果が出ていると問えた日本企業は、わずか 13% にとどまったんです。これに対し、アメリカは 50%、イギリスも 51% の企業が、期待以上の効果が出ていると回答しています。日本企業は、せっかく AI を導入したのに、その効果を全く引き出せていないという、宝の持ち腐れ状態に陥っている企業が多いことが浮き彫りになりました。なぜ、日本企業は効果が出ないのでしょうか。調査によると、日本企業は AI を、社内のちょっとした業務効率化や、議事録の要約といった、内向きで小さな改善ツールとしてしか使っていない傾向が強いそうです。一方で、アメリカなどの成功している企業は、AI を、業界構造を根本から変革するチャンスと捉え、新しいサービスの提供や、ビジネスモデル自体の作り直しという、外向きの変革に AI を使っています。また、日本企業は、AI の使い方がわからない、社内に推進するスキルを持った人材がいない、という声が非常に多く、明確なリーダーシップ、例えば最高 AI 責任者である CAIO の配置などが不足していることも課題として指摘されています。ここで、日本企業の希望の星とも言える、有名企業の野心的な AI 戦略をご紹介しましょう。まずは、ソフトバンクグループです。孫正義会長は、今後の戦略のすべてを AI に全振りする、総攻撃モードを宣言しました。ソフトバンクが見据えているのは、10年以内に到来するとされる、人工超知能の時代です。とは、人間の知能をはるかに超える AI のことです。ソフトバンクは、オープン AI などと協力して、巨大な AI データセンターを各地に建設する、スターゲートプロジェクトを推進しています。さらに、AIRAN という、スマートフォンの通信基地局と AI の計算機能を合体させる画期的な技術を開発し、街中を走る自動運転車やロボットが、遅延なく AI の頭脳にアクセスできる次世代インフラを作ろうとしています。また、日本語の文化や法律に特化した、サラシナという独自の国産 AI モデルを開発し、海外の AI に頼りきらない、ソビエン AI、主権 AI の確立も目指しています。そして、日本が世界に誇るトヨタ自動車も、AI 活用においてものすごいスピードで動いています。トヨタは2026年から、カナダの自社工場にアジリテイロボティクス社が開発した、デジットという人型ロボット、ヒューマノイドを導入し、物流作業の自動化を始めました。映画の中の話だと思っていた、ロボットが工場で働く姿が、すでに現実の商用レベルで始まっているんです。また、自動運転の分野でもポニー .ai という企業と合計し、中国でロボタクシーの量産を開始するなど、AI を単なるソフトウェアではなく、物理的なものを動かす力としてビジネスに組み込んでいます。このように、トップ企業は AI を少し便利なパソコンのソフトではなく、次の10年を支配するための社会インフラとして捉え、何兆円という規模で投資を行っているのです。さて、こうした AI の激流の中で、世界を牽引する大企業のトップたちは、AI についてどのような考えを持っているのでしょうか。著名人の AI に関する考え方をご紹介します。まずは、チャット GPT を生み出したオープン AI の CEO、サム・アルトマン氏です。彼は2025年に発表した、ザ・ジェントル・シンギュラリティ、穏やかな得意点というエッセイの中で、驚くべき予測を立てています。2026年までに、AI システムは、新たな洞察、ノブルインシャイツを生み出すようになるだろうと述べているんです。これまでの AI は、人間が作った過去のデータを要約したり、組み合わせたりするだけでした。しかしアルトマン氏は、間もなく AI が自ら科学的な仮説を立て、新しいアイデアや発見を生み出すフェーズに入ると断言しています。一方で、AI を動かすために莫大な電力や水が使われているという環境への批判に対して、彼は、人間一人が大人になるまで教育し、
育て上げるために消費する食料やエネルギーのコストを考えてみてほしいと反論し、AI の学習コストは決して無駄ではないという独特の視点も語っています。次に、マイクロソフトの CEO、サティア・ナデラ氏です。彼は AI を過去のパソコン、インターネット、スマートフォンに次ぐ、歴史上、第4の巨大なプラットフォームシフトだと定義しています。ナデラ氏が目指しているのは、すべての人が自分専用の優秀な秘書や分析官、つまり AI エージェント、コパイロットを持つ世界です。彼は AI の性能は6ヶ月で2倍になるという、これまでの常識を覆すスピードで進化していると語り、AI が人間にとって変わるのではなく、人間の能力を拡張し、生産性を劇的に高めるツールであると強調しています。そして、AI の心臓部である半導体チップで世界を席巻する NVIDIA の CEO、ジェンスン・フアン氏の言葉も非常に印象的です。彼は学生たちに向けて、これから数学や科学、ビジネスなど、どんな分野に進むにしても、絶対に AI の使い方をマスターしなさいとアドバイスしています。彼は AI に指示を出す、プロンプトという行為は、単なる操作ではなく、もはや芸術、アーティストリーであると表現しました。AI 時代においては、正しい答えを暗記している人ではなく、AI に対して、いかにクリエイティブで優れた質問、問いを投げかけられる人が成功するのだと説いています。また、AI はすべての産業に影響を与えるため、すべての国が独自の AI 国家戦略を持つべきだ、とも警鐘を鳴らしています。さらに、Google の CEO、サンダ・ピチャイ氏です。彼はホワイトハウスで行われた AI 教育のイベントで、AI を、すべての人が最高の教育を受けられるようにするための最も深遠な技術、と位置づけました。そして、アメリカのすべての高校に Google の最高峰の AI、Gemini for Education を無料で提供すると発表しました。彼のビジョンは、住んでいる場所や経済的な背景に関係なく、AI が、究極の対話型教科書となり、子供たち一人一人に最適な学びを提供する世界です。ここでまた豆知識です。GAFAM のような大企業のトップたちが共通して言っているのは、AI に仕事が奪われることを恐れるな。AI を使いこなす人間に、仕事が奪われるのだ、ということです。AI そのものが敵なのではなく、AI を相棒として活用できるかどうかが、これからのビジネスパーソンの価値を決める決定的な要因になるんですね。さあ、いよいよ最後のトピックです。ここまでの教育事情、企業動向、トップたちのビジョンを踏まえた上で、次世代社会の設計図と、私たちが明日からどう行動すべきかについてお話しします。これから訪れる次世代社会は、もはや AI を便利に使う社会ではなく、AI と共生する社会になります。AI は、インターネットや電気と同じように、社会の裏側で常に稼働するインフラへと溶け込んでいきます。その世界で、育児をしている保護者や、企業で奮闘している皆様は、どう振る舞えばよいのでしょうか。まず、子育てをしているお父さん、お母さんへ。子供が AI を使うことを、頭ごなしに禁止しないでください。AI は、子供にとって最高の壁打ち相手になります。しかし、大切なのは、AI が出した答えを、そのまま正解として受け取らせないことです。子供が AI に質問したら、AI はこう答えたけど、あなた自身はどう思うと必ず問い返してあげてください。AI がいくら賢くなっても、最後に、自分はどうしたいのか、何が正しいと思うのか、という倫理観や価値観を決めるのは人間です。批判的に情報を読み解く力、そして自分なりの問いを立てる力こそが、次世代の子供たちにとって最強の武器になります。AI を、答えを教えてくれる魔法の箱ではなく、一緒に考えるための良きパートナーとして付き合う方法を、ご家庭で話し合ってみてはいかがでしょうか。そして、企業で AI 導入を進めている担当者の皆様へ。とりあえずチャット GPT のアカウントを社員全員に配りました。さあ、業務を効率化してください。これでは、絶対に失敗します。日本の多くの企業がここでつまずいています。AI 導入を成功させるための設計図は、まず、経営トップが本気でコミットすることから始まります。残業を減らせという小さな目標ではなく、この AI を使って、うちの会社のビジネスモデルをどう進化させるかという大きなビジョンを描いてください。そして、社員が AI を使うための十分な研修時間、最低でも5時間以上の実践的なトレーニングを用意し、AI を使って失敗しても咎められない、心理的安全性のある環境を作ることが不可欠です。AI は、人間から仕事を奪うためのコスト削減ツールではなく、人間がより創造的で価値のある仕事に集中するための能力拡張ツールなのです。いかがでしたでしょうか。本日は、最新の AI 教育事情と次世代社会の設計図について、たっぷりと語らせていただきました。AI の進化スピードは凄まじく、時には不安を感じることもあるかもしれません。しかし、今日ご紹介したように、教育の現場も、ビジネスの最前線も、AI をポジティブな力に変えようと懸命に模索し、挑戦を続けています。
AI という巨大な知能の波をただ恐れるのではなく、それを乗りこなすためのサーフボードの作り方を、私たちは今まさに学んでいる最中です。どんなに AI が進化しても、人間の持つ、好奇心、共感力、そして、もっと良い未来を作りたいという情熱を AI が代替することはできません。主役はあくまで、私たち人間です。明日からの子育て、そしてお仕事において、今日のお話が少しでも皆様のヒントになれば幸いです。長時間の特集にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。それでは皆様、今日も一日、それぞれの現場で頑張っていきましょう。